この人を見てください。ドレーキシゲール、通称ゲール爺さんです。彼は愛するお嬢さんのために命を捧げた一人の老人でした。というのもお嬢さんのいる絵画世界はすでに腐りきって崩壊していたんです。だから新しい世界を描くための顔料、ダークソウルの血を必要としていました。でもダークソウルはとんでもないところに隠されていたんですよ。混沌の炎の先にある深淵の底、さらに和の都のフィリアノールの夢を解いた、さらにその先の精進の王。この精進の王こそダークソウルを持っていました。神様どんだけダークソウル隠したいねんっていうね。こんな神々の封印をドレーキシゲールは突破する必要がありました。神々 VS 一人の奴隷です。まあ正直無理ゲーなんですよね。だってゲール爺さん英雄でも何でもないただの奴隷だったんですから、そんなゲール爺さんが神々の封印を破る手段なんて存在しませんでした。だからゲール爺さんは選択したんです。世界の終わりまで生き延びること、神々と彼らの残した封印が崩壊するまでただ世界にあり続けることでした。奴隷騎士の鎧、かつて藤者だけが奴隷騎士として除され、あらゆる凄惨な戦いを強いられたという。老いさらばえ、皮膚が焼けただれ、骨が歪み、正気など等に失ってもその戦いが終わることはなかった。英雄でもないゲール爺さんが神々の封印を破れる手段はこれだけしかなかったんです。神の時代の終わりまで、世界の果てまで永遠に生き続けること、絵画世界のお嬢さんと彼女が描く次の世界のために戦い抜くことでした。マジで気の遠くなる話でした。世界の終わりまで封印が解けないんなら世界が果てるまで生き続ける。そう、ゲール爺さんが不死であり、そして絵画世界の時間の流れが外の世界とは違うからこそ成り立った手段でした。もう正気の沙汰じゃないですね。お嬢さんのためにそこまでするかっていうね。そんな他者のために自己規制の道を歩んだゲール爺さんと主人公は世界の果てで再会します。この時なぜかゲール爺さん精進の王を食らっていました。初見だとびっくりした人も多かったと思う。暗い魂の血、ゲールが精進の王たちにまみえた時、彼らの血は遠の昔に枯れ果てていた。そして彼は暗い魂を食らった。そう、精進の王たちはダークソウルを宿しながらも干からびきっていました。もはや絵画世界を描く顔料としては使い物にならない状態だったんですよ。だからゲール爺さんは彼らの肉を食らったんです。自分自身のうちにダークソウルを宿すために。その結果ゲール爺さんは正気を失ってしまいました。人間性の暴走ですね。しかし自分が狂気に陥ることも生きては帰れないことも予言していました。ドレーキシゲールのソウル、さまよえるドレーキシ赤ずきんのゲールは絵画世界の顔料のため暗い魂の血を求めた。だがゲールは自らが英雄ではないと知っていた。暗い魂は彼を犯し変えることはないだろうと。そう、もう最初から全部分かっていたんですよね、じいさん。生きては帰れないし正気も保てない。だから主人公灰の英雄というイレギュラーをこの場に呼んだんです。自分自身を主人公に打たせて、せめてダークソウルを宿したその涙だけでもお嬢さんに届けてもらうために。そうなんですよね。実はこのシリーズラスボスとも言えるゲールじいさん、泣きながら戦っていました。それはある種の惜別の涙だったのかもしれません。惜別の涙、それは死にゆく者の今の際に別れの時間を与えるための奇跡である。涙は死者のために、それ以上に聖者のために。ゲール爺さんはお嬢さんと次の世界のために自己犠牲を選択しました。そんな彼を撃破して暗い魂の血をお嬢さんの元に持ち帰るとこんなことを言われます。お嬢さんのセリフ、ありがとう灰の人、必ず私は描きます。ずっと寒くて暗くてとっても優しい絵、きっといつか誰かの居場所になるような。ゲール爺もいつか帰ってくるのかしら。新しい絵がおじいちゃんの居場所になるといいな。これがゲール爺さんとお嬢さんの物語でした。無ごくて寂しくて優しい結末ですね。とはいえいろんな謎が残っています。精進の王がなぜ隔離されていたのか、フィリアノールとは何者だったのか、どうして精進の王の血が遠の昔に枯れ果てていたのか、この疑問点を掘り下げていくと大王グインの棺の物語にまでつながります。言ってみればゲール爺さんって大王グインのしでかしたことの尻拭いをしていたんですよね。では大王グインは人という種族に対してどんなことをしでかしたんでしょうか。先に結論を言います。グイン、精進の王を食らいました。ダークソウルを見出した精進を食らったんです。ダークソウルって次世代の力なんですけれど、対してグインの見出した王のソウルは火の時代の力、いずれ消えゆく定めにありました。俗に言う世代交代ですね。上の世代がいなくなって初めて新しい人材が育つ。王のソウルが消えて初めてダークソウルという可能性の種が発芽する。老人が身を引いてね、次世代が活躍する、そんなイメージです。でもグイン大王世代交代を嫌がりました。なんとかして権力にしがみつきたい。その結果ダークソウルを精進ごと食らったんです。いずれ自分が衰え次世代が現れるんならば、むしろその次世代の力を自分のものにすればいい。そして何とかして人を管理下に置かねばならない。これこそ精進の王が和の都に隠されていた理由でした。精進の王なんて名前付けられてますけど、事実上奴隷状態なんですよ。飼い殺し状態です。でも精進の王の中にたった一人だけ気になる存在がいました。教王の貼り付け、異形の意外が絡みついた十字層。かつて精進の王たちから教王が生じ、フィリアノールの騎士シラがそれをほふった。シラの十字層は決して滅びぬ王をつなぎ止め、彼女はそれを抱いて暗室に閉じこもったという。戦技は教王の気まぐれ、方向、加護、呪詛のいずれかの効果を得る。
ふぬけになった小人の王の中でたった一人だけ反乱を起こした者がいたんですよ。この三日月斧にぶっ刺さってるこの方です。実はこの人、こんな登場の仕方ですけれど、グイーンを滅ぼすきっかけになった人でした。ようこそナルニーです。深淵とは何だったのか、ゲール爺さんの涙とは何だったのか、これら一つながりの物語を解説していきます。基本的なダークソウルの物語をさらっとおさらい。ダークソウルは神々が王のソウルを見出したところから始まります。グイーンにイザリスに2度、俗に言う御三家ってやつですね。タイプ属性は雷、炎、死とバランスが整っています。彼らが王のソウルを見出して日の時代を作りました。ここまではいいですね。ではそもそも神様って何でしょう。結構勘違いしやすいんだけれど、グイーンら神々って元から神様だったわけじゃないんですよ。王のソウルを見出して初めて神になりました。現代社会風に言い換えるとこうなります。おっさんが1000万拾ってお金持ちになった。何のことはない。ベースにあるのはただのおっさんです。ただグイーンやイザリスがすごい神様扱いされてるけれど、それはあくまで王のソウルあっての話。実際オープニングでもこのように語られていました。闇より生まれた幾匹かが火に惹かれ王のソウルを見出した。わかりますか。幾匹かって言ってます。普通神様を数えるときは一柱二柱です。大抵でも一人二人っていう言い方をするやろっていうね。まあそれをあえて幾匹やからね。どう考えても王のソウルを見つける以前の彼らは神ではありませんでした。獣とか竜とか下手すれば虫の可能性だってあります。おそらく王のソウルを失った彼らの本来の姿は人以下なんでしょう。それを証明するかのような存在がいます。はい、こちら貪欲者、通称ミミックです。彼も元は古い神の一族だったんですけれど、貪欲であることを咎められてこんな姿にされちゃいました。前にも言いましたけれど、こいつら亡者の一種なんですよ。聖水が効きます。ベース人かよっていうね。つまりどんな神様だって力を取り上げられたら元に戻るんです。ざっくり言うとね、神の力っていわば物語や奇跡、エンチャントの類でした。ベースとなるものとおとぎ話的な奇跡の力が組み合わさったものです。まあ一般的なファンタジーで例えるとするとゴーレムのイメージが近いかもしれませんね。グイーンはね。でここから問題はこの王のソウルに当たるもの、これに有効期限があったんですよ。やがて火は消え闇だけが残る。プレイしてるだけで何度も聞くことになるフレーズですね。言葉通り王のソウルっていずれ消えゆく定めのものでした。絶対に消えます。王の物語を語るものが消えたらどうしようもありません。まあそうなったらグイーンは破滅するよね。火は消えて残るのは闇だけなんです。この事態を神々は重く捉えました。そして何とかして火を消さない方法を模索しました。そこで目をつけたのがダークソウル。火が消えた後の世界を担うスーパーパワーでした。一言で言うとはずが前の王のソウルってところでしょうかね。闇なでのカース。かつて火の始まり、貴公ら人の先祖は古い王たちの後に4つ目のソウルを見出した。闇のソウルだ。やがて火は消え闇ばかりが残る。さすれば貴公ら人、闇の時代だ。はい、要は火の時代が終わったらダークソウルによる新しい時代が来るはずでした。少女必須は世の流れ。一度生まれた際はその希望をミクロ化させながら受け継がれていくはずでした。そんなダークソウル、単なる闇とは違うんですよ。なんだって闇とソウルの混合物ですからね。火が消えたら神々の時代が終わったら、これが次世代の王のソウルになる代物でした。闇なでのカースが散々闇の王を探していたことからも明らかです。ダークソウルもまた王のソウルでした。とは言ってもピンとこないよね。王のソウルなのになんでダークソウルなんていう呼ばれ方をしていたんでしょうか。実はダークソウル、他の王のソウルとは決定的に違う点がありました。火の時代においては闇と同然でした。他の王のソウルとの差異がでかすぎたんですよ。だから王のソウルとして振る舞うことができませんでした。この差異って概念が何よりクセモノなんですよね。例えばさ、太陽の横に豆電球を設置するやん。どっちの方が明るい？まあ当然太陽だよね。豆電球なんて空気です。あってもなくても同じっていうね。ところが夜になって太陽が沈むと豆電球だって明かりとして機能し始めます。要は視点の問題なんですよ。同じものでもどこから捉えるかで物事の見え方が変わってきます。まあもっと感覚的に説明しようか。このキューブに書かれた ABC の色を見てください。パッと見どう思います？全部色違うように見えるよね。でも実はこれ全部同じ色なんですよ。同じものでも置かれた環境によって見え方が変わってきます。ダークソウルにも当てはまります。王のソウルに比べりゃ闇同然。それでもダークソウルは絶対的な闇じゃないんです。はずが前の種みたいなもんでした。生命とは言い難いけれど死んでるわけでもない。ただ芽吹くにふさわしい時を待ってるだけでした。そんな感じです。もし全ての火が消えてダークソウルしか残っていなければ、それが次の時代の王のソウルになっていたはずでした。でもそうはなりませんでした。闇なでのカース。王軍員は闇を恐れた。火の終わりを恐れ、闇のものたる人を恐れ、人の間から生まれるであろう闇の王を恐れ、世界の断りを恐れた。だから奴は火を継ぎ、自らの息子たちに人を引き縛らせた。貴公ら人が全てを忘れ放棄、闇の王が生まれぬように。棺による闇の時代キャンセルですね。火の時代が終わってしまうのはグイーンにとって都合が良くなかったんです。で、カースのセリフで気になるポイントがあるんですよ。貴公ら人が全てを忘れ放棄、闇の王が生まれぬように。どうも人、重要な何かを忘れてるみたいですね。前後の文脈からダークソウルにまつわる事柄であることが伺えます。で、ここで一つ、人の祖先はダークソウルを手に入れました。それなのになんで今の人はダークソウルを持っていないんでしょうか。考えると不思議ですよね。代わりに持っていたのはダークソウルの破片と言われる人間性でした。
人間性、ソウルが生命全ての源であるなら、人のみにある人間性とは何なのか。はい、シリーズタイトルの中核にもあたる重要な謎です。ダークソウルが人間性へ変化した経緯こそ、カースがグイーンに対してブチギレていた理由そのものでした。ではカースがブチギレた案件とは一体何だったんでしょうか。ちょっとこの謎を解き明かすために少し視点を変えてみましょう。太陽を探し求める男、ソラールさん。彼は太陽の長子を追ってロードランを駆け回っていました。だけど最終的に廃墟となったイザリスで絶望している彼の姿を見ることになります。全部嘘だったのかってね、何やら嘆いているご様子です。これソラールさんがどんな真実に気づいてしまったのか、長年謎に包まれていました。しかし最近ボス戦で流れるラテン語が物語の裏側を語るヒントになっていることが判明しました。結果ソラールさんが何に落ち込んでいたのか明らかになったんですよ。今から話す内容、流れだけ聞くと信じがたいかもしれません。だから以前証拠や裏付けなどを解説しています。まあそれ含めて今全部説明したいんだけれど、さすがにそれは無茶ぶりなんで、とりあえず裏の物語の流れだけいきます。太陽の長子の正体、なんとこのただれ続けるものでした。太陽の先神の正体これっていうね。そりゃあソラールさんもね発狂します。ウィーンは子供、イザリスは自分の火を作ろうとして頑張って子作りした結果生まれたのがこの化け物でした。さらにグイン、子作りの時に自分のソウルをイザリスの子宮に注ぎ込んでいたんですけれど、それがデーモン化して生まれてくる始末、もう収拾つかない大惨事。ちなみに神は子供を作れないと謳われているんですけれど、無理に人真似をして子作りした結果がこれでした。グインはせめて失ったソウルだけは取り戻そうと黒騎士にデーモン退治を命じていました。黒騎士がデーモンと敵対していた理由、こんな裏事情があったんですよ。しかしグインの下した判断、結局これが裏目に出ました。イザリスが虐待されゆくデーモンをかばったんです。デーモンとはいえなんやかんやで自分の子供ですから。その結果開かれたのがロイド裁判。デーモンは生きる権利があるのか、グインの行動は裁かれるべきかどうか。裁判の結果デーモンは生きる権利を得ました。生命体として認められたんです。ロンドンになぜかデーモンがうろちょろしていた理由がこれでした。まあ普通に考えたら神々と敵対していたはずのデーモンがロンドンにいたこと自体意味不明なんですけどね。裏にはこんな事情がありました。わかるかっていうな。対してグインに下されたのは空の刑。自分の名前を奪われ棺へと追放されました。グインは自分の娘のことを最後の時までずっと思いながら燃やされていきました。ラテン語翻訳で分かってきたのは大体こんな感じのストーリー。とはいえ意味深なのはグインの娘、子供を作れないはずのグインに娘フィリアノールがいたという謎ですね。この辺は一番最後に回収します。それに棺が処刑であることも意味不明。だってカースは人を縛るためにグインが火を継いだと言っています。なんか矛盾があるんだよね。さてじゃあここからグインに下された処刑としての棺はこの棺です。無印の主人公と同じく最初の火の炉の燃料として燃やされる儀式です。この棺という代物、ダークソウルシリーズ3作通して最終目標になっていたんですけれど、実はそれぞれ全く違う儀式でしたそう、名前は棺なんですよ。でも継いだ日が同じとはどこにも書かれてないっていうね。ちょっと頭を柔らかくしてみてください。先入観を捨てて主人公らのやっていた行為を冷静に見つめてみよう。すると気づくはずです。よくよく考えたら集めてるものも儀式内容すらも違いました。正直に言うと僕もちょっと勘違いしていました。無印の棺、2のピザ窯による棺、3の最後の棺と呼ばれるものまでいろいろ種類がありました。なんか集めなきゃっていう点と棺という名前でごまかされてたけれど、あれそもそも継いでる日が違ったんですよ。ちょっと分かりやすくするために並べようか。無印の棺では王のソウルを集めます。そんで集めた王のソウルは器に残して自分一人で孤独に燃やされます。ぼっち棺ですね。2で集めるのはよくわからんソウル。なんならその辺のおっさんのソウルでも量さえ集めれば先に進める。中略。気がつくとピザ窯に入っていました。ピザ棺。そして3で行われたのは最古の棺。集めるのは王のソウルじゃなくて薪でした。薪とソウルは別のものです。さらに最古の棺では集めた薪の力を取り込んでいました。ぼっち棺とは対照的ですね。みんなの力をオラに分けてくれ。これが最古の棺でした。集めるものはそれぞれ王のソウル、大量のソウル、王の薪。処せられたグインが向かったのは無印のぼっち型棺。まあ見たら一目瞭然ですね。王たちの化身にもちゃんと混ざっていることからも明らかです。王のソウルを集めるのが無印の棺ならば、王の薪を集めるのが最後の棺です。何が言いたいかというと、無印のぼっち棺よりも前に最古の棺と呼ばれる別の棺が行われていました。単純なロジックゲームです。最古の棺は全ての棺の起源です。それが無印時代のぼっち棺ではないのならば、こう言い換えることができます。ぼっち棺よりも以前に新最古の棺があった。故に3の棺は新最古の棺の再現版である。そうなんですよ。では無印よりも以前最古の棺を行ったのは一体誰だったんでしょうか。そういやカースがグインにブチ切れていましたよね。はい、グインがやりました。最古の棺を始めたのは間違いなくグインでした。事実上グインって2回棺をしてるんですよ。グインってさ、叔父はいるんだけれど父親がなぜか作中に登場してないんですよね。その理由がここに繋がります。これは後で回収するからね。いずれにせよ3の棺と無印の棺は明らかに別物です。薪のことをソウルって言うんなら話は別なんだけれど、ソウルが薪になることはありません。たった一つの例外を除いて。そう、
ダークソウルです。棺という儀式に一番深く絡んでたのはダークソウルだったんです。唯一質量があって可燃物としての素養を秘めていました。そしてその血は絵画世界の材料にさえなります。王の薪、深淵の監視者たちが残した王の薪。王が玉座に戻らぬならばその薪を戻せばよい。血を分け誓った深淵の監視者たちの王の資格はその老血にこそあった。王の首を切って薪となる血を集める血なんです。これが最古の棺の内容でした。そういえばカースってグインの棺にブチ切れてましたよね。お前のせいで人は不抜きになったって。逆に言えば最古の棺こそグインが人に対してやったことと言えるんじゃないんでしょうか。つまりこの最古の棺の内容、グインが昔やらかしたことをそのまま象徴していました。クールランドのルドです。玉座の薪を見ればわかる。どの王もふさわしいソウルの持ち主だったろう。だが君は彼らを殺した。死してなお王を玉座に縛るためにね。そう、最後の棺って王を殺して薪となる王の血を集めることでした。注ぎ火の秘技で人間性を注いだり、不死人の肉体を薪にしたりしましたよね。であるならば人の祖先が宿したダークソウルもまた可燃物である。そう思いませんか？その証拠がこれ、ダークソウルで描かれた絵画。なぜか自然発火するんですよ。っていうか薪の王たちも同様に発火現象を起こします。これは彼らのうちに宿っていた暗い魂の血のなせる技だったんじゃないんでしょうか。闇の時代が訪れたのでダークソウルが王のソウルとして機能し始めた。そう、こんだけ複雑な物語なのに答え自体はものすごくシンプルな形で最初から提示されていました。最古の棺の正体はダークソウルを奪うという行為でした。精進の王がいない時点でもう何も深読みする必要はなかったんですよ。その裏付けが精進の王。ゲール爺さんがたどり着いた時には血がすっかり枯れ果てていましたよね。あれなんでだったんでしょう。無印ウロンドにはエレミアス絵画世界が飾られていました。あの絵を描くためのダークソウルは一体どこで調達したんでしょうか。そう、全部繋がるんですよね。一応以前解説したロイエス騎士の剣もあるね。混沌に飲まれた彼らは和の都にたどり着いてダークソウルを目指していた。つまり混沌の中にダークソウルがありました。その証拠が混沌の炎。混沌の炎は単なる火ではありません。物質プラス火です。ダークソウルプラス王のソウル。よくよく考えると質量のある闇魔法要素が混じっています。だからこそ闇を含んだ人間性で威力を底上げできました。そんな混沌、グインとイザリスが子作りした結果生まれたものです。つまり2人のうちどちらかがダークソウル要素を持っていたことになります。無から有は生まれへんからな。イザリスがダークソウルを持っていたのか、グインがイザリスの子宮に注ぎ込んだのがダークソウルだったのか、2つに1つなんですよ。どっちやと思う？はい、じゃあファイナルアンサーカースさん。はい、予定調和っすね。大体グインのせいです。精進に手を出したのは間違いなくグインです。イザリスじゃないんですよ。全シリーズ通してことごとくグイン真っ黒でした。ちょっと見てください。3の主人公が最古の棺で王たちにしたように、精進の王の首には剣で切られた痕跡が残っています。これグインの仕業ちゃいます？まあこの辺はどんな解釈でもいいんだけどね。ゲールがやっただけかもしれないし、グインが精進の王に一人ずつバックドロップを仕掛けていった名残かもしれません。あるいはフロムのくっそ面白い次回作エルデンリングの伏線なのか。まあ個人的にはバックドロップ説をしてるんだけど好きな解釈をどうぞ。傷の由来が何であれ事実だけは変わりません。精進の王の血は干からびていました。ここまでをまとめます。ゲール爺さんがたどり着いた時には精進の王の血は干からびていた。混沌になぜかダークソウルが混じっていた。グインは火の時代の終わりと世代交代を恐れていた。では精進の王にグインは何をしたんでしょうか。結論を言います。グイン、精進の王たちを食らいました。世代交代キャンセルの棺の正体がこれでした。いずれ火の時代は終わりを迎えます。そうなったら人の時代なんですよ。人の持つ闇の力は欲しがる力、手に入れる力、運命を引き寄せる力です。ゲーム的にはアイテム発見力で表されてるんだけど、要は欲望の世界です。そんな存在が力を得たらグインは確実に破滅します。とはいえまだ火の時代ならば精進のまま大した力もありません。じゃあもし皆さんグインの立場やったら何する？自分の地位をいずれ脅かす次世代のホープがいるんですよ。これでした。だからグイーンは精進の王を食らってダークソウルを宿したんです。闇の王が生まれないように、そして闇の時代にも王であり続けるために。そもそもダークソウルっていうのは闇であると同時に火でもあったんです。闇の時代が訪れて闇が濃くなればダークソウルは火として機能し始めます。要は一番重要なのってサイなんだよね。ゲール G の言う汚れを焼く特別な火っていうのは人の時代を照らす火のことでした。そんなダークソウルの火をグイーンは継いだんです。お前が継ぐんかいっていうね。まあそれは世界めちゃくちゃになるよ。赤ちゃんのために用意したベビーフードを横からむさぼり食うおっさんって感じですね。とはいえ謎は残るよね。精進の王たちが食われたんならどうして人の世が続いてんの？そこで全滅して人類は終わりのはずです。なのに今人の世界があるんですよ。なんかおかしいですね。ここでちょっとカースの言葉を思い出してください。気候ら人が全て忘れ放棄、闇の王が生まれぬように。そう、人々は何かを忘れてるそうです。じゃあ一体何を忘れたんやろね。肉立ち包丁、人に忘れていた被食者の恐怖を思い起こさせる。あや、人は被食者だったんでしょうか。そういえば無印には不思議な街が登場しましたね。王国ウーラシール、なぜか滅んでしまった古い人の国。宵闇のセリフ。私の故郷ウーラシールは私の時代でもすでに滅んでいました。だからやっぱり私は一人で。
宵闇の姫君って呼ばれるこのお姫様の故郷、なぜか滅んでいたそうです。不思議ですよね。何があったんでしょうか。さあ思い出してください。最後の棺の内容を。グイーンは小人の王たちを食らいました。小人とはいえ王ならば当然国があったことでしょう。じゃあさ、どっかに小人の王を失って滅んだ国あってもおかしくはないよね。そう、某国ウーラシールみたいなね。そういえばウーラシールの宵闇ってお姫様なんだよね。じゃあ親は王様やな。じゃあどうして彼女の国民古い人らは一人残らず消えていたんでしょう。不思議に思いませんか。まるでどこかに古い人の国を王様ごと食らった存在がいたみたいなんですよ。いや驚きますね。仮にそんなことできる奴がいたとしたら神様みたいな力を持ったやつだったんでしょうね。ウーラシールを滅ぼしたやつ誰だったんでしょうか。この謎を解くために少しカースのセリフを引用。だから奴は火を継ぎ自らの息子たちに人を引き縛らせた。そう、グイーンはダークソウルの火を継いで人を縛ったんです。決して滅ぼしてはいないんですよ。奪った上で縛り付けました。で気になるのはここ、自らの息子たちと言っています。なぜ自分自身で引きいなかったんでしょう。っていうかそもそも神様は子供を作れなかったはずだよね。はい、ではこのウーラシールを見てください。人々が異形化しています。地下に埋まっていた古い人の化け物マヌスによって深淵に飲まれてしまいました。結構勘違いしがちなんだけれど、このウーラシールは宵闇やら古い人のいた某国ウーラシールではありません。新ウーラシールってやつですね。本当の某国ウーラシールっていうのはこの深淵の先、深淵の主マヌスが人として生きていた時代のことでした。詳しい説明は前回しているので今回は省きます。とりあえず宵闇の姫君がいた某国ウーラシールが大昔ありました。しかし謎の災害によってウーラシールは一度滅びました。にもかかわらずもう一度ウーラシールが再建されてるんですよね。不思議っすよね。一度滅んだはずのものがもう一度未来で再建されてるんです。そういえばさ、グイーン大王も人の祖先である小人食らってましたよね。でもし人の祖先が殺されていたんならそもそも今人がいるわけないんですよ。なのに普通に人は生きています。ウーラシールの町と同じです。一度滅んだはずのものが再建されています。とはいえ古い人と今人の間には埋まらない溝が存在しています。それを示すのはこのテキスト、マヌスの杖。性質は結晶の尺状に近く魔術の威力を高めるが今人の身で用いれば使用回数が減ってしまう。そうなんですよね。古い人と今人は微妙に違うようです。某国ウーラシールと現代ウーラシールが違うように最後にもう一つ似たものがありましたよね。人間性です。古い時代はダークソウルだったものが今となっては人間性と呼ばれるよくわからない物質になっています。そう、この世界のあらゆるものが古い時代から今人の時代に移行するにあたって多少なりとも歪んでいます。そう、あの絵画世界のようにダークソウルによって描かれたエレーミアス絵画世界、無印で登場した絵画世界ですね。しかし3で登場した時には元の面影を残しつつも明らかに別物へと変化していました。アリアンデル絵画世界ですね。これは絵画世界がダークソウルの火によって燃えそうになるたびアリアンデル恐怖が己の血で絵の修復をしていたせいです。その結果長い時を経て別物へと変化していました。これと似たようなことが主人公らの世界にも起こっていました。今人と古い人の間のミッシングリンクとはどんな出来事だったんでしょうか。結論を言います。グイーン、ウーラシールを含めた小人の世界を滅ぼしました。それで得たダークソウルでもって世界を作り直したんですよ。今人の世界とその王たち、一度滅んだはずのウーラシール、全部まとめてリメイクしました。それが最後の棺の正体でした。一種の連成であり絵画世界なんですよね。光の三原色の世界から色の三原色の世界へと移行しています。火が消えるのが止められないんならダークソウルで火の時代を描けばいいっていう発想です。細かいところは突っ込まへんけれど、下手したらあの世界ダークソウルで描かれた火の時代ってパターンもありえます。照らす光、古い黄金の魔術の国ウーラシールの失われた魔術、光を生み周囲を照らす、光を生み出す単純な魔術であるが、それこそが黄金の魔術の精髓であり、竜の学院はついにそれを実現できなかった。光の世界からね、色の世界に移行してるからね、まあいくら絵の具かき混ぜても光そのものは作れないよねっていうオチです。ただロードラン全てが絵画世界かは何とも言えません。無印の頃はまだ始まりの火が燃えてるような感じしますしね。怪しいのはアナロンぐらいかな。やっぱりイルシールの件もあるし、今確実に言えることがあります。一度グイーンによって滅ぼされたはずの小人たちの世界は未来の世界に出現してるんですよ。壊されたものがもう一度現れる。じゃあ何があったのか、誰かが再建した、それだけのことです。要はあの世界ってね、作り直されたものだったんですよ。実際オープニングでそういう趣旨のことを言ってたりもします。古い時代世界はまだ分かたれず、逆に言えばね、今分かたれた後の世界なんですよ。際によってコピー品の世界ですね。以前も言いましたけれど、古い世界は深淵の向こう側に置き去りになっています。今の時代あらゆるものが作り直されて今人という形に落ち着いています。小人から奪ったソウルで火の時代を強引に複製したんです。それが絵画世界式か連成路式かは好きに解釈してください。ダークソウルを無印から3までプレイした人、実際分かたれた世界を何度も目にしたはずです。分かたれ方は決して一つじゃないんです。絵画世界というとっつきやすいものから無縁墓地やら祭祀場、溶鉄場とかどこやねん、最初の日の残れなんやねん、
その上深淵にも飲まれます。もう例を挙げ出すとキリがない。何よりあの世界やたらめったらブレるじゃないですか。意味わかりませんよね。もし世界がたった一つなら世界がブレるはずがないんです。でも実際ブレてるんだから受け入れるしかないんですよね。あの世界そのものがありとあらゆる分かたれ方をしていました。世界そのものがあらゆる手段で複製されていました。世界が一つっていうのは先入観なんです。人の数だけ世界があるんですよ。だってあの世界のベースにあったのはダークソウルという名の人の力だったんだから。カースの言うグインの息子たちによる支配ってこういうことでした。実質息子たちって描き直されたグイン本人なんですよね。グインの叔父がいるのにグインの父親が登場しなかったのってそういう理由だと思います。ただれ続けるものっていう前例がありますからね。逆に言えばグインの兄弟がロイドということになりますけれど、その辺ちょっと詰め出すと泥沼になるんで別の機会に。いずれにせよあの舞台はコピーされた世界でした。ダークソウルと人間性を分かつことになったのはそこだったんです。人々が忘れていたのはグインによって自分らが殺されたこと、そして再びグインの手によって作り直された存在だったことでした。いやー、世界観考えた人天才ですわこれ。グインって仇であると同時に親なんですよね。そうだからめちゃくちゃ複雑なんですよ。さあついにこっからが本題。ここまで聞いた方、グインのことどう思いました？悪いやつっていう印象を抱いたかもしれません。権力にしがみつきやがってっていうね。それはまあ否定にしません。マジで大体グインのせいなんで。だけどグインが悪人かっていうと別にそういうわけじゃないんですよ。グインが何より恐れたのは人の欲望でした。人のものを欲しがって奪い合う心。つまり人そのものは全く否定しなかったんです。一度滅ぼした町を自分の管理下に置く形でリメイクしたり、4人の皇王に権力を与えたり、グインなりの責任の取り方はしていたんです。人視点だと悪人だけれど、神々視点だと一応筋は通っていたんです。もしグインが悪そのものだったら多分ゴーのセリフはもっと険しくなったやろし、オーンスタインが命を賭してまで先進グインの物語を守ったりもしませんでした。きっとね。愚かで見えっ張りではありますけれど、本質的に邪悪とは違ったんですよ。スクラップ&ビルド、要は新世界で人を管理してあげることで欲望のない綺麗な世界を維持しようとしたんです。実際どこかの旧約聖書の神様も似たようなこと人類にしてますからね。大洪水を起こして箱舟に乗った人間だけを助けています。全人類を箱舟に乗せたグインの方が心が広かったかもしれません。愚かやけどな。さてそんなわけで複製された世界に降り立ったもの、人も神も竜たちでさえ同様に複製されたものでした。でもね、大番狂わせが潜んでいたんですよ。ウーラシールの宵闇。たった一人だけノアの箱舟に乗り損ねた女の子。この子こそグインという神を殺すに至った原因でした。ニトセンのラテン語翻訳にはね、とあるくだりが存在しています。グインにはたった一人だけ正式な娘がいたそうです。フィリアノール。和の都で眠り続けたグインの末娘。グインはね、このフィリアノールと約束をしていたんですよ。いつかきっと迎えに行くって。そう、デーモンを殺しまくった罪で処刑されたグインだけれど、全部フィリアノールとの約束を守るための行為でした。グインが自分自身のソウルを全て残していったのはフィリアノールに継がせたかったからなんですよ。でもソウルは横取りされてフィリアノールの元には届きませんでした。それどころかフィリアノールは和の都で父の迎えが来る日をただ待ち続けていました。その身朽ち果てようがグインが約束を守ると信じてね。じゃあそんなフィリアノールの正体は誰だったんでしょう。神は子供を作れなかったはずなのになぜグインに娘がいたんだ。グインが愛を注いだフィリアノールの正体は一体誰だったのか。ちょっといいですか。愛は人の持つ生命の毒でした。どうしてそんなものにグインは囚われていたんでしょうね。一応補足だけれど神は概念に近い代物です。本来生命体ではないものです。そういった存在が思考や欲望、そして愛といった命の輝きを得ることをこう呼びました。呪い。詳しくはね、ゲール爺さんとお嬢さん編あたりで解説しています。本来生き物ではないはずのものが感情や愛、欲望を宿すこと、生きていくこと、これが呪いの正体なんですよ。グインはこの人の持つ欲望の力を恐れて人を縛りました。なのになんでグイン自らがそんな生命の毒に侵されていたんでしょうか。そう、よくよくグインの行動を見つめ直すとね、人の持つ闇、欲望の力を恐れた割には自分本人でブーメランしてます。これ先に結論を言うとね、精進から奪ったダークソウルによってグインが逆に呪いを引き受けてしまったんですよ。人の欲望やら何やら全部自分一人で引き受けてしまったんです。人類の罪を背負って処刑されるというとキリストみたいですけれど、暴走してるんでそこら辺はやっぱりグインでした。でもそれだけじゃまだ娘がいたことの説明はつきません。一番肝心な要素がまだ抜けています。さて皆さん、人が物を欲しいと感じるときはどういう時でしょうか。足りないものがある時ですよね。不足するからこそ、満たされないからこそ埋めようとする。倒れそうになるから足が前に出る。何が言いたいかっていうと、渇望って良くも悪くも生命の本質なんですよ。生まれた時から完璧な人間っていませんよね。欠点があって当たり前。足りないからこそ埋めるべく努力をする。それが可能性であり、運命をつかむ力でした。人の持つ力ですね。逆に言えば欲しいものが全て自分自身の内側にあるんなら何もいらないですよね。多分グインってそんなことを考えて精進の王たちを食らったんだと思います。だって全ての人に差異がないならば、境界線がないんなら不足は生まれないんですよ。みんな仲良く LCL 溶液ですよ。ある意味不足なき世界、差異がない世界を作ろうとしたわけです。欲望や渇望、闇の力、生命のあり方を否定するために。でもグイン一つだけミスを犯
しました。なんかどっかで一人だけ食い損ねた人いましたよね。シースの差し金、結晶ゴーレムに囚われていたせいで一人世界の狭間を漂っていたあの人、そのせいで幸か不幸かグインの襲撃を生き延びて旧世界に取り残されてしまったお姫様ウーラシールの宵闇です。そう、完全なるグインの世界にたった一人分だけ穴が開いてしまいました。ほんのちょっぴり、それも一人の女の子分だけ不完全なものになってしまったんですよ。そう、とある精進の王にとって。そういえば精進の王の中でたった一人だけ神に歯向かったやつがいましたよね。今日神に逆らって三日月斧にぶっ刺されました。この状態でなお方向やら呪詛やらを世界にばらまくこの底力、執念で言えばゲルじいさんといい勝負をしています。この今日なぜ一人だけ満たされずに神々に反乱を起こしたんでしょうか。結論を言います。この人宵闇の親でした。化け物じゃないんですよ。紛れもない人です。グインが侵されていたのはそんな失った子供を思う親の愛情だったんです。グインが執着していたフィリアノールという娘の正体はこれでした。そもそもグインの娘ですらないんですよ。娘を失った巨王の叫び声に、その思い出にグインという神のソウルが共鳴してしまったんです。愛というべきか呪いというべきか。怪獣石、人は呪いに対し無力であり、それをそらすことしかできない。怪獣石もまた呪いをそらす先でしかなく、それは人ないし人だった何かなのだろう。ある種の原質のようなもの。己が食らったダークソウルのせいで娘を失った人の思いに囚われてしまったんですよ。深淵の主マヌスって言いましたよね。ウーラシールを飲み込んで滅ぼした魔物。あいつ実は火種の中心であるウーラシールの宵闇を誘拐してるんですよ。長年謎だったその動機。でも無印の主人公がマヌスを退治して姫様を救出すると、彼女からこんなセリフを聞けます。宵闇のセリフ。以前深淵の化け物にさらわれた話をいたしましたが、一つだけ覚えてる感情があるんです。強く懐かしむ感情、戻らない幸福とその思い出の品、それを求める思い。あのような感情を抱くものを化け物と呼んで良いのでしょうか。マヌスはウーラシールの姫君を愛していたようです。ではそんなマヌスの正体は誰だったんでしょうか。はい、前回マヌスはグインの物語を語っていたある種の土台となっている部分だと言いました。ややこしいから今回は走りますけれど、竜ですね。でもそれに取り付いていたのは紛れもない人だったんです。深淵の向こう側からグイン越しに方向を上げていたのは、娘を失った悲痛な親の叫び声だったんです。グインは人の渇望の力を恐れて理想郷を作ろうとしました。欲望のない満ち足りた世界です。だからダークソウルを飲み込んで新世界の神をやろうとしました。なのにグイン、精進の王の娘ウーラシールの宵闇だけうっかり食い損ねたんです。故に完成したのは宵闇の姫だけいない夢の世界。王の娘がいないこと以外は完璧な世界でした。娘を失った人の悲しみ、それだけはグインも満たせなかったんです。だって神様は子供を作れなかったんだから。子供を失った親の悲しみですね。夢で満たすことはできません。もう一度あの子に会いたいと願う祈り、そして呪詛と慟哭。そんな限りある命にこそ許された強い愛をグインは飲み込んでしまいました。結果的に生まれたのが娘を思うグイン大王という姿でした。本当はグインには娘なんていなかったにもかかわらず、娘を思う親の心、その思い出だけが継承されてしまいました。これがグインという神が侵された生命の毒でした。グインがどれだけ娘に会いたいと思うが会えるわけがないんです。だってそれは人から奪った宝物、娘との温かい思い出だったんだから。そんな温かい思い出がなおグイン大王を蝕むことになりました。失ったものを取り戻したい、足りないものを手にしたい、そんな気持ちを抱くことは果たして罪なんでしょうか。少なくともかつてグインは罪と定めました。なのにグイン大王は自分で決めた規則を破ってしまったんですよ。娘への愛にとらわれてグイン大王って手に入れたことすらないものを取り戻そうとしていたんですよね。だってそれは名前を失ったどこかの誰かさんがかつて愛した存在だったんだから。だからグインは行動に出たんです。人の真似事、イザリスとの子作りです。娘を迎えに行くとはまさにこのこと。幻の娘をイザリスに産んでもらおうとしたんです。精進の王の思い出をもとに娘を錬成。でも結果的に生まれたのはデーモンらグインが飲み込んだ精進たちの変わり果てた姿でした。もう完全に因果応報なんですよ。そして失ったダークソウルを奪い返そうとグインはデーモン退治を始めます。この行動まさにダークレイスそのものちゃいます。自分の渇望を満たすために他者から遠慮なく物を奪う、かつてグインが嫌悪し恐れた闇の力そのものでした。フラムトが大王グインの友みたいな顔してたのはさ、グイン大王が闇の王になったからだと思うよ。ダークソウルを奪ってね。実際ダークレイスも黒騎士も同じ色の血を流します。両者とももろにダークソウルの影響を受けています。いかに最初の動機が高潔でもね、やってることはダークレイスと同じなんよ。この段階のグインってもうすでに人と同じような状態にあったんでしょうね。相手がデーモンってだけで正当化されてる節がありますけれど、やってること人と同じですからね。それはパッチも聖職者を毛嫌いしますよ。そんな困難でグイーンは裁判で裁かれて罰を受けることになりました。かつて自分が精進の王たちにしたように、今度は自分が世界を維持する王の牧となることでした。もうなるべくしてなった結果なんですよ、あれって。なるべくしてなった。どこを切り取っても因果応報。人の欲望を罪と定めたグイーンでしたけれど、かつて自らが定めたその法によって裁かれることになったんです。もう完全
粋に皮肉だよね。魂ぐらいの化け物グインは世界の 99% を手にしたせいで残りの 1% を永遠に失ってしまいました。残ったのは消えた娘への思い出だけでした。大王グインが妙に人間臭かったのはそういうところにありました。ある意味グインって人になってたんですよね。だからこそ牧の王になれたんです。ダークソウルを封じようとして結局飲まれたっていうね。ちなみに人間性の説明にはこんなくだりがあります。ソウルが生命全ての源であるならば人にのみある人間性とは何なのか。さて、では冒頭の疑問、人間性とは一体何だったんでしょうか。どうして生命の毒に侵された存在がこの世界にはこんなにもいたんでしょうか。みんな仲良く揃って呪われているんですよ。思うに人間性が人にのみ宿るっていう認識が少し違うんじゃないかな。むしろ逆です。人間性が宿ったから人でした。闇から生まれた存在が王のソウルを宿して神になってます。ダークソウルを宿したグインが人になること、そんなおかしいことだとは思いません。いずれにせよグインは子を失った親の愛に苦しむことになっています。グインは自分が奪ったものによって奪われることになりました。さて、そんなグイン、子作りにあたってなぜかフィリアノールだけは生み出せませんでした。他の余計なデーモンは生み出しまくったのに不思議ですよね。その理由なんですけれど、多分フィリアノールの思い出だけ、そのソウルの核だけは手放せなかったんじゃないんでしょうか。王たちの化身のソウルって思い出を中心核としてるんですよね。同じように娘への愛だけはグイン手放せなかったんじゃないんでしょうか。もし大王グインの願いかなってフィリアノールを生み出す日が来るとしたら、夜べとなった娘への思い出、愛への執着、ひいては自分自身の存在そのものを手放すその時なのかもしれません。愛することと愛に執着することは別なんです。愛する者のためにその愛を手放せるか。あの世界がグインから生まれたというんならば、生きる者全て多かれ少なかれ皆グインのカルマを背負っていると言えます。だってそれが人の日なんだから。そういえば大王グインと似た境遇にいた奴隷のおじいさんがいましたよね。シリーズ最後のラスボス、奴隷騎士ゲールです。王と奴隷、その際にどれだけの意味があったのか。あの奴隷騎士のおじいちゃん、元をたどれば大王グインです。グインが背負いきれなかった人の闇を代わりに背負ってあげました。ゲールじいさんがその身にダークソウルを宿したのも、それを奪わせたのも、最後に涙を流したのも全ては必然でした。どれだけ愛してもこの世が果てたとしても絶対に娘には会えないと悟っていたんだから、それがグインへの報いであり、ゲールが背負った業でした。だから人に返したんです。かつて精進から奪ったダークソウルの血を求められていたのは、愛する者のために愛を手放すこと。この結果、たとえ自我を失うとしても欲望を否定し、愛と絶望を知り渇望にとらわれたグイン。そんなグインは結局許されるんでしょうか。それは分かりません。ただ暗い魂の血をお嬢さんに渡した時のセリフでのみ伺い知ることができます。ゲールジーもいつか帰ってくるのかしら。新しい家がおじいちゃんの居場所になるといいな。結局のところ、あの世界って神としてのグインが闇に落ちた自分自身を許せるかどうか、そんな部分があったんだと思います。グインの棺はゲールじいさんの自己犠牲と対になった紛れもない人の物語でした。というわけで次回、アルトリウスの主、とんでも病んでるグイネビアさん、今まで実在を疑ってすみませんでした。眷属兄貴のアルトリウス戦の翻訳で実在したことが判明いたしましたダクソ界の一番やべえやつ、グイネビア。気になる方はね、下の概要欄に眷属兄貴のラテン語翻訳のね URL 貼っときますんで、ぜひ。このチャンネルではね、こんな感じに考察上げてるんで、チャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで以上、ナルニーでした。じゃあね。